おはようございます。釜に火つけて、昆布とカツオですね。昆布とカツオ。はい。枠まで持ちます。ここで固く結びます。入れます。はい、入れます。ここでですかね。3代目ですね。3代目。はい。1代目が8年、2代目が47年、私2ヶ月です。2ヶ月なんで2代目にめちゃめちゃ迷惑かけながらやってますけどね。もともとは何をされてたんですか？介護施設の経営と病院の経営やってるんで、今もやってるんですけど、現在も。はい。たまたまここから3席目、この席ですね。でうどん食べてて、美味しいですねって話しかけましたら、後継者がいないんで閉めようかなみたいな話になってて、もったいな、こんな美味しいのにって、次の日から会社放り出してここで働いてまして。何もしたことないです。包丁だって握ったことないですし、料理未経験からはあ、うどん屋さんということで。そうですね。創業55年の看板に傷つけちゃいけないので。天かすって冷やしとかでも使ったりするんで、サクサク感と食感結構大事だなと思ってまして、細かいのがあったり大きいのがあったり、いろんなものがあると歯触り良くなるんで。こっちが蒸留水。ここですけどね。あ、巻いてきた。冷めるまで。天かすもさっき揚げたばっかり。出身関東なんです。関東のうどんって醤油ベースというか結構濃い口が多いんですけど、関西ってやっぱだしの味がすごいんで、このだしの味をなんか伝えられたらいいなっていうのはすごく感じるんですよね。この玉を使ってうどんを作ります。昔から使ってる、なんていうんですか、これ伸ばし棒、綿棒ですね。綿棒昔から使ってるんで。で、
普段もっと綺麗かもしれない何回言うねん。で、さばきます。はい。冷やしぶっかけです。おはようございます。よろしくお願いいたします。すいません。パートさんたちが全員ダメで、無理くりお願いして、保育士さんたち。保育士さん。お願いします。失礼します。保育園の園長。園長さんですね。はい。お願いします。普段も園長と職業で保育士で。もう本職全然違うのに。何やってんだろう、うどん屋さんって。普段はどんな感じなんですか？どういう？こんな感じですよ、普通に。でも自分の会社に行かれると結構厳しめです。なんか厳しく言われてる時もあるし、みんな社長ってやってるけど、私はごめんなさい、悪口なのですいません。平栗さんが怒る怒り方って切れるんじゃなくてネチネチなんです。悪口やんだな。ネチネチだよね、どっちかっていうと。ふざけんなよじゃないもんね。あ、全然ないですね。こうネチ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 。ネチネチネチ。まあ私もどっちかっていうとそっちのタイプだ。まだあります。そこに置いといて。持たなくても大丈夫。はい。これ一籠。入ってる子一番上にしましょう。はい。ほら。この氷何に使ってるの？冷蔵庫壊れてるから、左から奥から1、2、3、4、5、6、7、8。この T の1、2、3。なんかね、なんとかうどんとか、カレーとか。カレーとか。はい。釜揚げ天ぷらだったら。釜天、そう。釜天。天ぷらうどん。はい。これはどこに置くの？ここに破って、こっちそう破ってこっちが新しいのです。こんなもんで大丈夫です。ありがとうございます。ちょっとでこれなくなるから。じゃいらっしゃいませって言うじゃん。はい。そしたら何出すんでしたっけ、ここって。お茶です。お茶はどこ？はい。こっちはそこです。箸は向こうだから。そう。うどんには全部レンゲ。ね。いらっしゃいませって言ったらいらっしゃいませって言っちゃう人。逆に。ありがとうございました。またお越しくださいませ。平均ってどれぐらい入られるんですか60人とか。最大のピークの時1日300何杯打ったって言ってたので、もう朝から晩までずっと夜中までやってて、で配達もやってたらしいので。
4名様、ありがとうございます。どうぞ。2名様、どうぞ。お願いします。焼きうどん1、冷やしぶっかけ1、おにぎり1です。はい。ざる3つと冷やしぶっかけ1つです。ダンスで1杯ぐらい。はい。そんなもん。またすぐ使います。はい、お待たせいたしました。原ざるうどんのお客様まず一つ。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。しぶっかけです。はい、お待たせいたしました。冷やしぶっかけのお客様。はい、失礼します。やっぱり暑くなったんで、ちょっとさっぱりと。冷たいのが食べたいよねって言って、行ったことのないおうどん屋さん探して、7月入ったから、冷やしをそろそろ食べようかって言って、それで、はい、毎年そんな感じですね。へえ。はい、じゃあ一緒に、はい、お聞きください。お客様は何頼まれたんですか？もう焼きうどん暑いかなと思いつつ、はい、おうどん屋さんって珍しいじゃないですか。和風焼きうどんと迷ったんですけど、でもこっちはあんかけっぽいから、はい、熱いあんかけはさすがにちょっとあれかなと思ってこっちにしました。そうなんですね。はいはい
たせいたしました。焼きうどんです。いや、焼きうどんにしてはちょっとなんかやっぱりあんかけっぽい。何味か想像つかへんねんけど。ちょっと食べてみますね。ソースは入ってる。でもまあだしも効いてるし。でちょっと甘めの感じのあんね。美味しいです。卵入ったのかな。うん。うどんの味が気になる。ありがとう。ご飯欲しくなる味やなんだ。いやほんま食べてみたらわかる。そう焼きそばのソースの感じとは違うね。どうしてこちらのお店はちょっと見た YouTube でたまたま見つけて、あ、そうなんですか。ちょうど冷やしぶっかけその時見て、なんか美味しそうやなと思って。美味しいです。美味しいですか。うどんもコシがすごくあって。コシがあって。はい。麺が美味しかった。麺が美味しかった。次気になったメニューとか他にもありました。煮込みうどん。僕天ざる。天ざると煮込みうどん、いいですね。今日はこれからどこか行かれるんですか？散策して。ありがとうございます。じゃあまた楽しみにしてください。これ温度が低いと曲がるんですよ、ネジが。なんで量の少ない時は一緒にやりますけど、別の方がいい時まで。で、エビを乗っけてピーマンと海苔を盛る感じで。うどんはいいですよね。ね、一番助かりますよね。そうなんですよ。わかる。うどん美味しいよね。うどん美味しいの。はい、お願いします。カメラ目線で撮る。9ヶ月です。あ、大きいです。大きいですね。大きいです。入りやすいですね、うどんの方が。一緒の食べれるからね。あ、生まれてから。食べるようになってから。もう天ぷらももう全部早いですね。食べるの。お子さんが。変わったらなんそうですね。
その鍋焼きですね。じゃあ鍋焼きで。じゃあเดี๋ยวโอซิวじゃあเดี๋ยว一生見とれるどうしよう。抜きです。はい、お待たせしました。ミックスの牛肉だし。おいしい。美味しい。いやいや。ミックス一つ、冷やしぶっかけ2つ、親子丼1つです。あったかいんだったらミックスか、冷たいんだったら冷やしぶっかけ。全部つけて。僕が1回来たことあるんですよ。あ、そうなんですか。それで美味しかったから。あ、美味しかったんですか。以前は何食べたんですか。前もこれかもです。あんまこれかも覚えてないけど。はい。お味は。美味しいです。美味しいです。ごちそうさまでした。あ、そうですそうです。from 香港から。香港から。香港から来ます。神戸、many times。Many many times. times。ここで初めて。うどんを食べたい。のスープ。はい。スープ美味しい。その熱いうどんは美味しい。いいですね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。
みうどんです。買い事でいいです。卵やりますよ。はい。生姜をその上じゃない。そう、さすが。お待たせしました。冷やしぶっかけのお客様。お待たせいたしました。ミックスうどんですね。いただきます。うまい。食べる？お蕎麦屋さんとかお蕎麦屋さんの関東の怖い。おいしい。冷やしぶっかけ2つ。はい、ありがとうございます。冷やしぶっかけ2つです。フランスです。ありがとうございます。ありがとうございました。冷やしぶっかけ頼まれて、はい、どうして冷やしぶっかけやったんですか今日は。暑いからいや暑いからですかね。なんか他にも気になったメニューとかありました？全然他見てなかったです。他は見てなかったですか？もうそれぐらい冷やしぶっかけ一択で。今日はこれからどこか行かれるんですか？そうですね、映画見ようかな。あ、映画を見に。いいですね。じゃあその前に今日はお昼で。そうですね、集合して今です。そうなんですね。もう最初からお店に入ろうって。なんか暑いし、うどんかなって言って。ありがとうございました。
冷やしぶっかけの。ありがとうございました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 。昔から使ってるので、もうチコが染み込んでます。いやもう端っここれも削れちゃってるんですよね。そうです。こうするので、削れますね。なかなかですね。15年は伊達じゃないですね。本当に。どうぞ。天ざるです。
ありがとうございあます。りがとうございました。めっちゃあるんですよ、地域に根ざしたお店作りしたいなと思ってまして、ああやってその七夕なんかに短冊も書いてもらってるんですけど、4代目大将になりますっていう人がいるんです。で、これ誰が書いたかわかんないんですけど、私3代目なんですけど、4代目の座をもう狙ってる人がいるっていうので血がつながってないつながりですよね。そうですね、はい、初代も2代目も違うし、2代目も3代目も違うんで、だからポッて多分誰か現れるんだろうなと思いますけど、まあ、そういうもんじゃないですか、ご縁って。まあそうですよね。はい、まあ、だから100周年を祝えたらいいなとは思ってますけどね。でその頃には4代目、5代目、6代目って何代目になってるか分かりませんけど、いろんな人にチャンスがあるっていうのはいいことなのかなと思うので、今後も頑張っていこうと思ってます。今日はありがとうございました。